作業部屋を兼ねた秘密基地みたいなアップル風にしてるっていう感じ。小スペースでもテーブルとしてね、大きい画面がいらないなって天板に天板を重ねてるんですよ。じゃあ続いてはお待ちかねだと思うんですが、デスク周りをちょっと見せてもらおうと思います。はい。デスク周りもね、なんか思ってたよりシンプル。壁に比べて確かにね。どういうコンセプトというか、必要最低限なデスクって感じですかね。ちょっと前はそれこそモニターアームのでっかいディスプレイとなんかサブモニターとみたいな感じで複数の画面使ってたんですけど、最近はまあビジョンプロもあるし X リアルっていうねサングラス型のデバイスもあったりするので、あんまり個人的には大きい画面がいらないなって思ってるんですよ。まあだから今は本当最低限なサイズの、これ多分32もないかな、27かな、27インチのそんなに解像度もめっちゃ高いわけじゃないディスプレイを使っていて、まあ、これで出力もするし X リアルとかで出力したりビジョンプロで作業したりするので、その流れでちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、まずはまあデスクと椅子かなっていう、はい。デスクは昇降ですね。そうですね、フレキシスポットの昇降デスク使っていて、これね天板に天板を重ねてるんですよ。どういうこと？こうやってやると分かるかな。まあ元々の天板なんですけど、その天板に掛け材の天板、なんていうの、スマホのケースみたいな概念と一緒で天板に天板をこうかぶせてるんですよ。ここにね溝あるの分かる？カバーみたいな天板を本当の木材なんですけど、これつけてます。じゃあ中のバンブーのやつはもともとフレキシスポットから出てたやつで、そう、これはもともとそれにかぶせる用のケースを特注で買ったみたいな。そうなんか、特注というか、ある程度確か自分のデスクの高さと幅とみたいなのを教えると、それに向けて作ってくれるみたいな、オーダーメイド天板カバー屋さんみたいなのがあって。そうなんだ。デザインがすごい可愛く、壁っていうか横がオークになっていて、天板がリノリウムっぽい。そう、リノリウムだね。でも基本的には座って作業してることが多いので、この状態です。チェアがホーグっていうブランドのですね、ワークチェアを使っています。めちゃくちゃ重いな。重そう。めっちゃ重い。だってこのパーツ全部なんか金属削り出しというか、ね、これねすごいいいのが、まあさっき言ったみたいに座ってやってるんだけど、例えばちょっと上げてカウンターデスクみたいな高さでやりたい場合は、このチェアって結構上がるんですよ。あ、本当だ。そう、結構高さが出るね。高さが出るんで、こんな感じで作業することだけ。まあだから足プラーンとさせてやりたい時はこういうスタイルで。でこれね面白くてさ、このリクライニングがね、なかなかいいんですよ。結構効くんだ。結構効くし、これが嫌だって場合はカチャンってやるとまあロックかかるから、まあこういうね姿勢を正すこともできるっていう、ちょっとワークフロムホーム家具みたいな感じだね。そう恵比寿のなんか家具屋さん行った時に知ったの、このホーグっての。それでめっちゃ良かったから、その場で即決しちゃったっていう。いくらぐらいでした？15万ぐらいしたから。やっぱするよね、この材質だもんな。あとはさ、一日の過ごし方的な。いや本当のこと言うとめっちゃ朝遅いからな。11時とかに起きる、正直。でも夜までやってるでしょ。夜までやってる時もあるし、まあなんか今日はやんないみたいな日もある。じゃあ仕事の日どんな感じ？まあ打ち合わせが結構入ったりするんで、8時とかに起きて身支度して、ミーティングする時はもうここにいて、で基本はもう家の中にいますね。ひたすらデザイン作業してることが多くて、まあちょっと息抜きに外出てスタバ行ってみたいなことはしますけど、基本的に平日は朝起きてからずっとここにいる感じです。夜までいますね。でなんかテンションが上がってきたら時間の感覚なくなってきて、気がついたら1時とかなってる時があるんで。デスク周りとかも結構気になるのがいろいろあって、マシンは MacBook だと思うんですけど、ディスプレイとかが結構かっこいいですね。ディスプレイね、これ LG なんですよ、実は。LG のあれじゃない？持ち運べる的な？そう、なんかひっくり返しても使えるディスプレイなんですよ、これって。高さがねそんなに出ないディスプレイなんですけど、まあ個人的にはこれで十分かなって思っていて気に入って使ってます。でこのウェブカメラね、
それ専用のやつなんだ。そう専用のやつすご。だからつけてもつけなくてもって感じで、これね分かるかな、こういう感じなのよ。ファブリック調、ね、本当だ。そういいでしょ。かわいい。なんか家具っぽい感じなんだよね。マシンが MacBook Pro の M4Max、お、同じです。同じやつかな。 M4Max がいいっすか、やっぱ。まあ前は M1Max 使ってて、M4Max 変えたけどそんなにめっちゃ変わった感じじゃないんだけど正直まあでももちろんね快適に使えてる感じですね、やっぱね仕事道具はいいもん使いたいですからね。そうですね、やっぱ重たい作業するんで、もういられフォトショー、フィグマ、アフターエフェクツとか、もういろんなソフト同時に立ち上げて行き来するんで、これぐらいのスペックある方がやっぱ安心。じゃあ普段よく作業で使うツールとかってどういうの多いですか、デザイナーとか。そうですね、やっぱウェブのデザインとかアプリケーションデザインだと、フィグマが多くて、今この映ってるアプリケーションですね、はい、トバログのロゴですね。ロゴっていうか、もともとはねアプリケ作りたいって依頼で、ここに今着てるの、これです。やっと実現しました。まさにすごくいい感じじゃんまさにねこんな感じでね、そう、そういう感じで、この時ねやっぱいろんな案作ってるからね、いや全部いいよね。今思うとこんなんあったっけと思ったんだけどそばみたいなのもやっぱいいけどね。これもいいよね、だから Figma でもこうスライドも作るし、これ納品用の、ページなんですけど、だからトバログにこのリンクをシェア しちゃえば、シェアされた人がもうすぐにピングとか、SVG とかで書き出しができるんで、そうですね、かなりね便利なんですよこの使い方。めっちゃもういまだにそれ開きっぱなしだもん、本当。クライアントとかからこういう感じでみたいな依頼を来て、まずどういう感じで Figma で作っていくのかみたいな。そうですね、まずはヒアリングを対面とかで行うので、Figma を使うっていうよりはどっちかっていうともうコミュニケーションを密に取りながら、でそこで出てきた、キーワードとか、議事録的なのを、ノーションみたいなところにまとめる時もあるし、なんならもう Figma の方にテキスト化してペッて貼っちゃうことがありますね、こんな感じで。結局ツールまたぎすぎるとめんどくさいんですよね、PDF 開いてなんかノーション開いてとかやってるとめんどくさいから、そういう意味で言うと Figma は1個に集約できるメリットがあるので、だから議事録とかを掲載したりして、立ち返ることができるようにしてますね。で、こういうのをやった後にその企業ならではの、個性みたいなのを考えていくんですけど、そういうちょっと細かいプロセスですね、だからデザインをいきなりやるんじゃなくて、デザインする手前にこの企業って、こういう人たちだからこういう世界観であるべきだよねみたいなのをじっくりとこう話し合いながら定義していく。パッと見は全然華やかなものではないし、本当文字ベースばっかりなんですけど、そういう密に設計を重ねることで、世界観が見えてくるという感じとなってますね。なるほどね。でこの辺からようやく若干色が出てくるんですけど、その言葉による整理ができた後に、世の中にあるブランドとかでいうとこの辺が似合いそうですよねみたいなのを、ポジショニングマップとかを用いながら、トーンをですね探っていきます。でそこからこの会社ならではの個性ってこうあるべきですよねみたいな提案をこうしていくんですよ。なるほどね。形がここでみたいな、粘土みたいに作っていくわけですね。そういうことです。粘土をこねるようにして、その世界観が浸透するとこういう雰囲気になりますよねみたいなのをこうビジュアライズしてあげて見せると。でそうするとなんかロゴが生まれ変わった自分たちの世界観ってこうなるんだみたいな、なんとなくこう未来が見えるようになるんで、ここである程度その方向性がみんな同じ向きを向いてくれれば、そこからちゃんと本番デザインみたいな感じになっていきます。本番デザインは、なんかそのブランディングとかでいうと、ウェブサイトとかってこと？このプロジェクトでいうとウェブサイト、プロジェクトによって様々で、逆にウェブが一切なくて、もうロゴとか紙媒体だけで止まることもたまにはあるし、ロゴやって紙媒体やってウェブやって、なんならそのツール系、それこそ洋服のなんかこの見た目とか、いろんなものに派生していくんですけど、それ全部やんだもんな。ユーザーからしたらさ、スマホに表示されてる一画面だからさ、どんだけ
なんかウェブにさ情報がそのサイトに載ってるかって分かんないけど、こうやって一覧するとすごいね。そう意外とねこんなにあるんだって気づかされるよね。基本はじゃあもうテキスト書く人がノーション使うみたいな感じで、デザインの人は割ともう Figma ベースでいろいろ考えていくみたいな。最近はそういう人が多い気がしますね。で結構これよくて、モフト？そう、モフトのスマホをパチッとこうくっつけられるスタンドみたいなやつをつけていて、出先のカフェとかで作業するときはここをパチッと上げてあげると、スマホと Mac がこう同時に見れるみたいな状態になるから、こうしてこうしてパチッ。そういう感じになるの。Figma でデザインしながら実際のスマホで、サイズ感とか確認した方がいいって時があって、その時はこういう風にやるんですよ。カチャッと。なるほどね。これがねすごくいい。デザイナー視点ですねそれは。これをこうやって本来はあれだよね、ウェブサイトのデザインとかをこっちで組んでおいて、それをこっち側に移すと表示されるっていう。そういうことです。結構リアルタイムだ。そうなの。だから結構ねすごい使い勝手よくて、実機のやっぱ文字サイズとか、このディスプレイだと分かりにくい時があるんだけど、それをリアルタイムで映してくれるから、そういう確認用に使ってますね。確かにそれはいいね。それ聞いたらさ、そのモフト何の意味があるんだって感じだったけどさ、実際に使ってるの見るとちょっと欲しくなるわ。でしょ。なんかいろんなメーカーからも似たようなの出てるんだけど、このね2つの角度がいけるのがモフトしか多分ないの今。これがいいんだよね。キーボード周りとかで言うと、なんか意外とロジクールで統一しているっていう。そうですね。キーボードはもうロジクールの名前が分かんないけど、MX Keys for Mac ってやつ。もともとは Apple のマジックキーボードとこのマジックマウス使っていて、薄ければ薄いほど好き、なんて言うんだろうな、しっくりきたんですよね。マジックキーボードよりもこのキーがへこんでたりとかして個人的には入力しやすかったのでこれを使っています。でマウスは同じくロジクールの MX Anywhere かな、3S っていうのを使ってて、もうだいぶね何年も使ってるから人気が入っておりますけども、このマウスを使ってますね。気に入ってる点はやっぱりジェスチャーカスタマイズができること。なんか例えば僕の場合このトップボタンを押したら、このランチパッドが起動したりとかするんですけども、そういうマジックマウス、でもできるんだけどなかなかこのやりづらかったジェスチャーっていうのがこっちだとやりやすいので、僕はですね今はロジクールのこのマウスを使っている。ロジクールのしかもフルサイズなんだね。ロジクールのキーボード。もうやっぱりデザイナーは点キー必須です、正直。ここが命っていうか、不透明度変えたりとか、パーセンテージ変える時ももうこれでやっちゃうし、こうやってやるの大変だから、こうやってやるの大変だから。そうだね。そうこれ必須なんですよね。左手デバイスとかじゃなくてもうフルサイズなんだね。もうフルサイズ。なんかいろんな左手デバイス試してきたけど結局なんか物増えちゃって、なんか慣れないんですよね。覚えることいっぱいあるから、だからやっぱキーボードのこの点キー付きっていうのが一番なんかしっくりきてます。しっくりきてる。すっきりするしね。ライトはね別にこだわりなくてもらい物だから。シャオミのねライトね。そうなんだ。やっぱデザインいいね。造形美あふれる。これポーズ取れるの。そうなの。懐中電灯。やばすぎ。それこれいいでしょ。ちょっと小技聞いて、ルームツアーのために用意したかぐらいの小技じゃないですよ。やば。充電はタイプ C でできる。そっち側充電なんだ。こっちはじゃあ何にも繋がってないんだね。こっちはただのね重たいスタンド。それちょっと欲しくなったもん今ので。これで確か3000ぐらいな気がする。安これはなんていうメーカーかわかんないんだけど、これいいんだよ。こういう風に収納できて、でここがマグネットになってるんで、こういうマグセーフっていうかマグネット系のアクセサリーつけてると、パチッとこうくっつくのでこういうことができるんですよね。でこれもともと何で買ったのかっていうと、電車っていうか新幹線とか飛行機とか乗ってる時になんかスマホを自分のいい感じの目線に固定したいって思って探してたんですよ。でそして出会ったのがこれで、なんか新幹線とかのテーブルにこう挟んで、これを好きな角度にこう変えて、
こうやってパチッとできるんで、で好きな角度にしてパチッと。はい、あとYouTube のね、エンディングとかもやりましたね。今思うとお願いしましたね。未だにでも使ってます。ありがたい。こんな感じでモーショングラフィックで、そうそう、こうやってねどういうアニメーションにしたらいいかなみたいなのを考えながら作っていって、実際にこれをアフターエフェクツで動かすっていう感じですね。これはアフターエフェクツで作ったトバログのモーションロゴです。結構これで細かいことやっていて、まあそもそもロゴを作る過程で生まれたグリッドシステムがあるんですけど、なんか仕上がりはちゃんとトバログっていうカタカナなんだけど、このグの曲線とかもちゃんとこの入りとかね、グリッドに全部沿って動いてる入りを作っていて、その感じがやりたくて、なんかこういうの作れるっていうのを、そういう手書きのさ、そういうので送ってさ、それで形になってもでも手書き来た時にこっち系ねって分かった結構大変なのよ。本当だ、こういうことしてんの。一個一個パーツを同時に動かすコマ送りみたいなね。後のこと考えて作らないと途中で破綻する部分とかも出てきて、なんか最初に手書きでコンテをバーって書くんですよね。で書いてそれを逆算してモーションを作っていく、文字ができたらそれに沿わせるようにグリッドを引いていくみたいな、この円の。じゃ最初に文字なんだ。最初に文字をやった気がする、どっちか忘れたけど、エンディングもこういうのですね。いいっすね。なかなかこういうのってさ、既存のテンプレで売ってるやつもあるんだけど、いまいちこうしっくりはまんない、日本語だと特にみたいな。アフターエフェクツってさ、結構映像を作る人のやっぱイメージだけど、デザイナーもよく使うんですか？まあデザイナーで使う人本当稀だと思うんですけど、もともとこういうシーンの映像を作ることが多くて、モーションロゴとかよく作ってたっていうのもあって、割と映像、モーションデザインと静止画のデザインっていうのを掛け合わせる作業が多いですね。でね、これさ見せたいんだけどさ、いいね。ペンタブとかじゃなくてギャラクシーなんだ。なんかiPad もあるし、これでねラフスケッチ書くこともあるんですけど、やっぱこう大きいんですよね。大きい分書きやすいってメリットあるんですけど、なんか手軽に、カフェとか本当休憩で行ってる時に、パッとアイデア出た時に、iPad 持ってないどうしようみたいなことってあるんですよね。それしかない逆に。そうなんですよ。で買う時だけそれ気になる。そうなの。でそのあれを解消したいってずっと思ってて、出会ったのがこのギャラクシーのペンが使えるモデルですね。いいですね。そうでこれがねよくて、このコンセプトってアプリ使ってるんですけど、手書きで書けるんですよね、こうやってね。無限にキャンバスが広がるみたいなやつだっけ？そうで解像度もなんていうの、ベクター素材で書けるから、拡大してもぼやけない。それベクター素材。そうっていう感じの、スケッチアプリがあって、でこのアプリを使って僕はこんな感じでちょっとねモザイク入ってるかもなんですけども、ロゴのラフとかバーって書いたりするし、あとはなんかこういう動きがいいなって思ったらもう手書きでですね、コマ送りっていうか、一コマ一コマコンテを書いて、それを家に帰ってアフターエフェクツで動かしてとかっていうような感じにしてるので、なんかポケットに入るタブレット感覚でギャラクシーを使ってます。それでも意外と盲点というかさ、何に使うんだろうみたいな感じじゃん。ギャラクシーのペンってね、あんま手書きでメモしないしなみたいな。そうだよね。そういう普通あんま使わないよね。アップルペンシルの方がもちろん持ちやすいし書きやすいけど、この S ペンちっちゃいのも意外と書けるっていうね、使い心地は個人的には気に入っているので、小回りが利く感じがして、なんか書きやすいです。それさペン入るよね、本体に。そう、それが最強だなとは思ってて、こうやってね収納できます。ペンって絶対近くにないと使えないからさ、そうなんだよね。ギャラクシーはそこがかなりいいよね。そこがすごくいい。今映ってるのがブレンダーっていうソフトなんですけど、フリーソフトの 3DCG ツールです。トバログもねガンガン使ってると思うんですけども、めっちゃお世話になってますね。めちゃくちゃ優秀なソフトで、このソフトを使って僕何やってるかっていうと、なんかこう自分が欲しいなって思ったプロダクトデザインみたいなのを、空想で
3D 化して、うんなんかそれをこうポスターというかグラフィックをレンダリングして、でそれをなんかイラストレーターとかに持っていてかっこよくこう自分の好きなレイアウトを作るみたいな、はい、まあ、遊びみたいなのも使うし、仕事でも使ったりするっていう感じなんですけども、こんなキーボードあったらいいなみたいなものを作っていて、アップルみたいなトーンとナッシングみたいな世界観のなんかブランドがこう混ざるとどうなるかなみたいな感じをこうコンセプトにして作ったやつですね。まだ詳細はちゃんと言えないんですけども、とあるデバイスを作っていて、まあ、キーボードではないんですけど、ものを作っているので、まあ、それもブレンダーを駆使してですね、実物を作る手前に検証がすごくできるいいツールなんで、まあ、どんな角度で見るとどうなるかみたいなものをその今作ってるデバイスを一旦 3D で起こしてる。なのである程度こう数値を丁寧にモデリングしておくと、そのまま、まあ専用の拡張子で、ダウンロードしてこの隣の 3D プリンターに持っていって、もうプリントをすると。3D もそうだけど、デザイナーって AI とかはなんか使ったりしますか？結構デザインのサポートっていうよりは、デザインする手前のその考え方とか、言葉これがいいかなとか、なんかそういう言語のサポートとかリサーチのサポートで使うことが多いですね。なるほどね、今のところはまだそんなになんか Figma に AI が入ってどうとか、一応なんか Figma AI みたいなのが確かあるはずなんですけど、正直その使わないですね。なんか感情がこもってない、こうなんて言うんだろうな、この企業ならではとかっていう汲み取りができないものを作っちゃうんで、あんまりそのデザインとして成り立たない、からその目的を達成できない見た目ができちゃうんですよ。じゃあ実際にそこでデザインしていくっていうよりかは、前情報の整理とか、リサーチとか、なんか考えるための材料みたいなのを今は拾っていくことが多いですね。そうです。なんでこう自分の時間だと足りないけど手伝ってくれるリサーチャーとして活用してます。面白いところで言うと、その今の職業で言うと、どんなことが面白くて、どんなことが辛いのかみたいな。まあ、作るのも楽しいし、作りながらこう発見したこれ自分ならではかもしれないみたいなものに出会えた瞬間がすごいワクワクするタイミングで、プレゼンしてお客さんに気に入ってもらえる瞬間が僕は最高に楽しいです。だからプレゼンが好きですね。マジックショーしに行くみたいな感覚でプレゼン行くんでめっちゃ楽しい。いやそうすごい楽しい。だから提案資料とかも、もちろんがっつり作り込むんですけど、作り込んだまんま喋るっていうよりはだいぶその場でアレンジしながら、もうその聞いてくださってるクライアントの方々のテンションとかなんか目線とかめっちゃ見るんですけど、そういうの見ながらアレンジで変えていきます。だからめっちゃ話振りますし、プレゼンしながら参加型プレゼンテーション。いやいいっすね。気温と湿度で水の配合を変えるうどん屋さんとかパン屋さんみたいな辛いところ的には。そうか、辛いところ。まあそうね、まあ、納期がやっぱりこう単納期なものも中にはあって、でそういうプロジェクトがドカッと重なっちゃう時、今はフリーランスになったからその辺も自分何倍で受ける案件とかをこう制限できるんですけど、デザイナーってこうやれば終わる仕事じゃないんですよ。時間があれば終わる仕事じゃなくて、寝る暇もないぐらいかなり焦る時もあるし、逆にこう寝てる時にアイデアが出てきて翌朝めっちゃはかどるみたいな時もあったりするんで、そのアイデアが出ない時とか納期が詰まりすぎて焦っちゃう時っていうのは辛い。アーティストとかね、漫画家とか、やっぱクリエイターのならではの悩みというか。そうかもしれない。まあ、僕の場合はもうお酒を飲むっていう解決策ですかね。なんか現実逃避しながらデザインしてます。なんかそういうことしてる方が急にアイデア出る。はい、というところで今回はデザイナーの鎌田さんの部屋ルームツアーさせてもらいました。ありました。物がめっちゃ多いんだけど、すごい洗練されてる感が あるし、あとなんか好きっていうのがねすごい伝わってくるんで聞いててやっぱ飽きない、楽しい。本当ですか？欲しくなるみたいな。全部買ってください。よかったらアフィリエイトリンクこちらというところで今回はこの動画を終わりにしようと思います。気に入っていただけた方チャンネル登録、あとパラフの
鎌田さんパラフなんですけど、パラフのチャンネルも載せておくのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、あとトバログは他にもねいろんな人のルームツアーやっているのと、あと今後もやっていく予定なのでぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。よし、じゃあお昼ご飯食べに行きますか。よし、行きましょう。何にしようか。何にしようか。指名打つんなくてよかったの？